がつかないと下腹ぽっこり猫背になります。皆さんこんにちは、中川ゆうきです。今日は前屈がピタッと倒れる上にヒップも上がり、お腹腰回りのお肉まで引き締めてくれるストレッチのご紹介です。というのも皆さん大人になってから前屈ってすることはありますか？ほとんどないんじゃないですかね。でも実は綺麗な姿勢を作ったり、お腹周りをほっそりすっきりするには一見関係なさそうなこの前屈ができること、めちゃくちゃ大事なポイントになっています。ちなみに会員チェックですると、立った状態で前屈をして手の指先がつかない方は結構やばいです。できればね、手のひらはピタッとつくぐらいまでは行っていただきたいんですが、皆さんはどのくらいまで倒すことができますか？この後で座った状態の前屈チェックもするんですが、また立っている時と座っている時では見る基準が違うので、立っている時の手の位置ですね、まずは確認しておいてください。では早速、前屈ができないとなぜお腹周りにお肉が溜まってしまうのかという解説をしていきますが、前屈するとき皆さんはどこから体を折り曲げて倒していますか？正しく前屈ができている方はこの股関節から体が曲がります。つまりここが起点になることによってお尻の筋肉がビヨーンと伸ばされて縮む、伸びる、縮むという動きをするので、ヒップもまず上がっていきます。そして股関節が曲がることによって股関節の筋肉は腰椎といっておへそのあたり、下腹から足の筋肉ってつながってるんです。ここの筋肉も伸び縮みすることによってお腹、下腹周りですね、このあたりもしっかりと引き締まっていきます。さらにここには腹斜筋といって斜めのラインの筋肉もつながっていますから、股関節を曲げて前屈が正しくできるというのはめちゃくちゃお腹周り、腰周りのお肉解消に大切なポイントです。それと所作にもね、非常に影響を与えます。特にバレエダンサーとかキャビンアテンダントさんのお辞儀の姿勢見てもらうと分かりますが、すごく綺麗にお辞儀されてないですか？あれはちゃんと股関節から体を曲げれてるから。それに対して猫背の方って大体こうやって体を曲げる起点が溝落ちのあたりになってると思います。そういった方というのは体を曲げた時にお腹に横のシワがね入ってたりすることがあります。特に溝落ちらへんとか腹筋のこの上のあたりに横の線がピーって入っている方というのは結構この辺りを起点に猫背を作ってお辞儀をしてる、そういった癖がありますから、お腹の上が縮み腹筋の下の方は使わない、結局お腹周り腰周りにお肉が溜まってしまう、こういった悪循環になってきますから、必ず前屈は最低でも指先がつく、できたら手のひらがつくところまでは柔らかくしていきましょう。ちなみに人生で1回も手がついたことないっていう方もちゃんとやっていけば必ず体は柔らかくなっていきますから、一緒に頑張りましょう。では前屈を倒す時に邪魔になってしまう筋肉を紹介していきます。このようにハムストリングスといってももの裏側の筋肉があります。ちょうどお尻のあたりから膝裏についてますから、ちょうどお尻の座骨のあたりから膝裏を越えてふくらはぎのあたり、すねの骨あたりまでつながっています。この筋肉は膝を曲げる作用があったり、お尻、骨盤を後ろに下げる、骨盤を後傾する作用があります。つまり現代人は立ち仕事や座りっぱなしの仕事、1日1時間2時間以上ね、そういったことが続く方というのはほとんどここの筋肉が縮こまって骨盤は後ろに倒れて腰が丸まってしまう。でこの状態になってくると股関節を曲げようと思ってもハムストリングスがギュッと縮んでいるから股関節が曲がらない、ここ曲がらないから胸を丸める、上の筋肉縮めて下っ腹はぽっこりというような連鎖になっています。なので実は下腹を解消するにはこのもも裏のストレッチが大事になっていきます。でも皆さんどうですか？もも裏のストレッチって前屈とかたくさんやってるのに全然つかないっていう方多いんじゃないですか？これには股関節をまず使えるようにするということが大切なので、今日やっていくのは股関節のエクササイズ、ここをしっかりと使えるようにしてももの裏側のストレッチ、さらにそこからつながってくるこのふくらはぎの裏側あたりまで全体バランスよく伸ばしていきます。ちょっと今日は長めのストレッチですが必ず変わっていきますから一緒に頑張りましょう。はい、ではここからエクササイズをしていきます。まずは準備するものはお尻の下に引いて座るためのクッションやお持ちの方はヨガブロック、あとはバスタオルなどがあるといいかと思います。それでは簡単なチェックからしていきます。では皆さん、先ほどは立った状態で前屈をしましたが、座った状態ではどうでしょうか？さっきとだいぶももの張り感違うんじゃないですか？理想的にはももの裏側の柔軟性バッチリな方は骨盤が地面と垂直に起きていきます。これに対してこのもも裏が縮んでいる方は引っ張られるから腰が丸くなる。そしてこの状態を保とうとするとお腹の前に力が入ってお腹しんどい、もしくは太ももの筋肉を縮めることで倒れないように止めようとするからももがしんどい、そんな状態になっていると思います。この状態で頑張って前屈をすれば太ももが太くなったりお腹がポッと出てしまったり猫背が悪化してしまいます。必
ず前屈するときは骨盤を垂直にするようにお尻の下にクッションやブロック、ヨガブロックなどを引く、もしくは椅子に座った状態でもいいですから、必ずこの骨盤を起こすことを優先して動いていってください。そのためなかなか前屈つかない方はまずももの前を伸ばすことも大切です。それでは一緒に頑張りましょう。はい、では足を掴んでももの前を伸ばします。まずは太もも前のストレッチからいきましょう。先ほどの前屈をするときに太ももしんどかった方は先に張ってしまって硬くなっているももの筋肉を伸ばす必要があります。今日は股関節を使って最後にもも裏を伸ばしていくんですが、他の部分が硬くなって動けなくなっていることめちゃくちゃ多いから、そこ伸ばしていきましょうね。ストレッチをするときは呼吸を深く長く、ゆっくり鼻から息を吸って目いっぱい口から吐く、呼吸の繰り返し、長く吸って吐き切る。はい、入れ替えましょう。反対側です。くるっとひっくり返って逆側。はい、足はね、できたら拳1個幅にして膝後ろに引きます。太ももの前が伸びてますね。必ずかかと、膝まっすぐ地面と平行。このかかとの位置がこうやってずれて伸ばしちゃう方は足歪んでしまいます。膝を痛めてしまったり、すねが湾曲したり、絶対に足はまっすぐに保って伸ばすことを心がけてください。綺麗な足のラインを作っていきましょう。このまま深い呼吸です。ちょっとずつね、強度上がっていくんで、辛い時は前のステップに戻っていいです。無理しなくていいですからね。はい、いいです。これがね、ちょっとしんどいなと思う方はかかとの、下にお尻、かかとの上にお尻か。はい、このまま下で、これがしんどいなと思う時はさっきの寝転んだ状態でのもものストレッチに戻してください。はい、どうですか？この大腿四頭筋伸びてきてますか？膝を地面にギュッと近づけることでももの前が心地よく伸びていきます。この股関節を使う前にまず太もも、膝につながっている筋肉ですね。この辺りをしっかり伸ばしていきます。深い呼吸を忘れずに。よいしょ、もう一息頑張って、ラスト。はい、です。タオルがある方はタオルを引いていきます。はい、このように膝の下にタオルを引いて、よし、このまま起こしましょう。はい、これめちゃめちゃももの前伸びてきます。ただ膝がおそらく猛烈に痛いと思うので、そういう時は前のステップとかに戻ってもらうか、クッションを少し分厚めにしてください。はい、これで太ももの前がしっかり伸びてきます。長く息を吸って目いっぱい吐き切る。ちょっとね、痛いかな、痛気持ちいいかなぐらいの感覚で正解です。もう一息、あと5秒ほどキープしましょう。いいですよ。反対側です。入れ替えましょう。よいしょ。反対側の足を曲げて、はい。で、このように倒していきます。ぐーっと体を後ろへ倒す。で、壁がなかなかね、ない方っていうのは最初の寝転んだ状態でのストレッチに戻してもらっていいです。自分のペースに合わせてください。無理にね、人と比べる必要もないですから、本当にね、昨日の自分よりも1センチ、1ミリでも成長してたらバッチリです。深い呼吸です。ちなみに今日はいつも50秒間のストレッチをやってますが、少しね、種目が多いので40秒間だけ、ちょっと時間短くしてます。なので最後まで一緒に頑張っていきましょう。 OK。 はい、では座った状態です。このまま膝を引き寄せていきます。骨盤を垂直に起こせない方はブロックを引いた状態で、ほっで、このままぎゅーっと寄せる、戻す、寄せる、戻す。ここ挟むような感じ、これが股関節を使う感覚です。よいしょ。付け根がだるいな、痛いなって感覚があったら正解。もうちょい。反対側入れ替えて、引き寄せる、戻す、引き寄せる、戻す。
ここで腰が丸くなっちゃう方は股関節が使えてない。必ず骨盤を立てる、腰を反らす感覚です。クッションない方はもちろん地面の上でやってもらって大丈夫。よし、リラックス。しっかり骨盤立てて、なんとなくここ使ってる感じありますか？はい、ではもう一度いきましょう。引き寄せて戻す。ここ付け根を使います。この時に内股になる人は太ももの筋肉に力が入るから、イメージはかかとよりも膝をちょっと外側に向けておくぐらい、拳はだいたい1個幅ぐらいの感覚を保って引き寄せる。付け根がだるくなります。反対側も同じように寄せて戻す、寄せて戻す。骨盤を起こしたまま1ミリも骨盤が後ろに倒れてしまわない。起こしたまんま頑張って。 OK。 はい、そのまま四つ前、足は拳1個の幅です。このままお尻を後ろに引きましょう。股関節を使います。しっかりと足の付け根でぎゅーっと手を挟み込むような感じ。これが腰が丸くなっちゃう人は全然股関節が使う感覚ないはず。しっかりと腰を最初反るぐらいのイメージで、付け根にぎゅーっと詰まり感とか挟まる感覚出てきたらバッチリです。しっかり引いて戻す、引いて戻す。あと10秒ほど頑張って。ちょっぴりね、股関節に詰まってるなーって感じがあっていいです。それはね、関節固まってる組織がちょっとずつほぐれていってる証拠です。 OK。 これを今度ね、少しだけ斜め後ろに向かって引いていきます。左手斜め後方に引いていきましょう。よいしょ。左後ろに引くとどうですか？この左の付け根、さらにギューッと詰まる感覚ないですか？足の付け根がギュッと詰まって戻る、詰まる、戻る。こういった動きを繰り返すうちにちょっとずつ足の付け根が動くように変わってきます。これね、やった後めちゃめちゃ変わるんで楽しみにしておいてください。あと15秒。よし。分かりにくい時は自分でこの股関節を押さえてください。ここを自分で押さえたりとかギュッと押すことによって筋肉が意識してくれます。はい、 OK。 リラックス。今度は右斜め後ろに引いていきますよ。では少し腰を反る感覚のままお尻を左後方に、右後方ですね。さっきと反対側でしっかり引くと、腰反ったままいったらね、なんかこのお尻らへんがパツンと突っ張るような感じも出てくるかもしれません。腰丸まってると縮まってるからお尻伸び感ないです。これが腰が反ってくるとお尻がピンと伸びてくれます。よいしょ。深い呼吸ですよ。で、秒数ね、もう少し長くしたい方は再生速度をね、ゆっくりにしたり変更してもらってもいいです。OK。 はい、ではここからもも裏のストレッチ。これがね、座ってるのが辛い時はこうやってブロックとかクッションを引いて倒していきます。これでももの裏側伸ばしましょう。骨盤は垂直に起こしたところから倒す。伸びてきてますか？辛かったら最初膝曲がって全然いいです。なんとなくここら辺が伸びてない。で、痛すぎる時はこうやってさすってもらったり、表面をぎゅーっと軽く握るだけでも、これ筋緊張といって筋肉の緊張が少しほぐれていきます。あとは深い呼吸です。長く吸ってゆっくり吐く。深呼吸と軽くさすってあげる。この2つだけでもだいぶ変わります。 OK。 入れ替えましょう。今度は反対の足を前に置いて、はい、骨盤まっすぐクッションの上にお尻置いたら倒していきましょう。最初からまっすぐは起きなくていいので、ちょっとずつね、骨盤も起こせるようにしていきます。ももの裏側伸びてきてますか？吸って吐いて、吸って吐いて。で、体を柔らかくしたい時というのは
できれば最低でも30秒から40秒ぐらいはキープしてください。余裕があったらね、ちょっと長めに再生速度を遅くしてもらってもいいですよ。もう一息。あとつむじのてっぺんを遠く足先乗り越えるようなイメージ。はい、OK。では今度はちょっぴり向きが変わります。このままで足を内股にして倒していきます。これね、普段ガニ股気味の人は内股にするとめちゃめちゃ痛いんですよ。僕がね、普段ガニ股なんでめちゃめちゃこっち痛いです。皆さんはどちらが痛いですか？苦手な方をたくさんやってください。この後ガニ股にしてストレッチもしますよ。まだいけそうな方、つかめそうな方はつま先をつかむ、もしくはタオルでつま先を引き寄せる。これが痛い。筋肉が喜んでいます。頑張って。 OK。 じゃあこの足をぐるりんと外回し。僕はこっち楽ちんですね。はい、皆さんはどうですか？へそを引っ込めながら前です。特にね、普段内股気味の女性、骨盤の幅が広い女性というのはこのガニ股が苦手なことが多いです。自分が苦手やなと思う方を頑張って伸ばします。どうしてもね、ストレッチって自分の気持ちいいやつばっかりねしたくなるんですけど、どちらかというと苦手なやつやった方が体はねめちゃくちゃ綺麗に変わっていきます。あと10秒ほど。皆さん鼻からゆっくり息吸って、深く口からため息をつくようにはーっと吐いて。 OK。 反対側、つま先をまず内股にします。膝曲がってもいいですからね。はい、では行きましょう。目いっぱい息を吐いて前に。余裕が出てきた方はつま先を自分の方に引き寄せるように曲げる。さらにかかとは逆へ遠くへ押し出すような感覚です。しっかりとももの裏側、あとは少し外側のあたりが伸びてきます。長く吸う、ゆっくり吐く、深く吸う、限界まで吐く。しっかりももの裏側伸びてますね。はい、最後ガニ股です。外側に開いていきましょう。本当はね、足外側も内側も45度ずつ動けばバッチリです。体っていうのは解剖学といって筋肉の仕組み、骨格の仕組みがあり、正常な可動域っていうのがもう決まっています。股関節でいうとお皿の向きがだいたい、力を抜いて真上を向けばバッチリ。そして外側に45度、内側にも45度、両方ともね均等に動く方は非常にバランスが取れた柔軟性です。なので自分が動かしにくい方でキープ、できるだけね多めにやってください。もう一息でおしまいです。ふくらはぎの裏側まで伸びてきてますか？ OK。 最後は両足を人差し指とお皿まっすぐ上向きにして倒していきます。はい、前です。深く長い呼吸で、毎日毎日こういう種目をやってると慣れてきたらね柔らかくなってくるんで、そういった時はこのブロック外してもらっていいですよ。ブロックとかね、枕とかクッションでもいいです。最後の種目です。できるだけ呼吸を深く頑張って、では余裕が出てきたらつま先を引き寄せるように頑張って、もうちょい、あと一息。はい、いいです。はい、お疲れ様でした。どうでしょうか？最初にも骨盤まっすぐ起きてこないですか？少し体も倒しやすくなってるんじゃないですか？手の位置が最初よりも遠くへ行ってるはずです。これでもし変化がない方はもう少しね、1週間2週間毎日続けてもらう。毎日それでも変化が出ないっていう方の場合は、実はふくらはぎとか足首の硬さが影響していることがあります。そういった方は概要欄の違うストレッチもぜひお試しください。この動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。
高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとは Twitter とかでもね、シェアしてもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。